はい、YouTube オーノマン TV のオーノマンです。本日派遣の仕事が休みの私はこちらにやってきました。 JR 北広島駅でございます。そうです、今日はですね、ついに待ちに待った我らが北海道日本ハムファイターズの開幕戦の3日目でございます。でこれから私はですね、その3日目を観戦地にこちら北広島までやってきました。いやー、それにしてもですね、人がものすごい。先ほどの駅の構内の映像を見てもらったと思いますけども、ものすごく列車ももう満員、本当に駅のホームも満員、本当にやばい状況でございます。で球場まではですね、ここの JR 北広島駅から行く方法としては主に何個かありまして、まずシャトルバス、1個目シャトルバスがここの駅から北広島球場まで、所有時間約5分ぐらいのシャトルバスが出てます。そして2個目としては歩く、こちらのですね、遊歩道を歩いて30分、約30分間ですね、30分歩くと球場に着きます。とりあえず今日はですね、初日初回ということなので、この遊歩道を30分歩いて球場に向かってみたいと思います。いや、それにしても今日はとても天気が良くて良かったでございます。で今現在の時刻はですね、まだ午前10時30分と、試合開始は午後の1時なんですけども、それにもかかわらずかなりの多くの人たちがこの遊歩道を歩いている状況でございます。で試合開始じゃねえや、入場開始は11時なので、あと20分ほどなので、私が球場に着いた頃にはもう会場になっているということでございます。じゃあちょっとのんびりと歩いていこうかなと思います。ご覧のように見えますでしょうか、どこまでも続く長い人の列。ちなみにここ北広島市はですね、札幌市の南にあるベッドタウンですね。北広島市に何があるのかと言われたら何もありません。ご覧のように住宅地とちょっとした商業施設、特に何かあるといったら、今回メインとなったボールパークが唯一の観光名所というところではないでしょうか。こういったら北広島市民に怒られてしまうでしょうか。ご覧のように見えますでしょうか。北広島市内の商業施設でこんな感じで駐車場に警備員が立っている状況となっています。これはですね、もちろん球場目当ての無断駐車対策の警備員と思われます。ついに見えてきました、北海道ボールパークビレッジ、正式名称なんていうか忘れてしまいました。ボールパークビレッジ、ファイターズ球場、新庄球場、そんな感じです。でここですね、もちろんですね、自転車で来ることもできます。ご覧のようにこちらに駐輪場があるので、札幌じゃないや北広島市民はここに自転車を止めてこうやって歩いていく。この橋を越えて向こうの球場に行く感じでございます。ちなみにあちらに見える橋が有名なビッグボスブリッジ、新庄さんにちなんでつけられたビッグボスブリッジでございます。こちらがですね、新庄監督が建てられたビッグボスブリッジを今派遣の49歳派遣のおっさんが歩いております。いやー、それにしてもすごいですね。今見えますか、これ JR の線路、ここなんですよ。本当はですね、あそこのところにですね、新駅 JR 北海道の新駅が本当はあそこに作られれば最高なんですけども、今のところまだ建設される目処が立っていません。しかも最悪なことに JR 北海道はもう建設費高騰を理由に場所をちょっとずらしたい的な、そんな泣き言を言っている状況でございます。さすが赤字会社 JR 北海道、もうやってくれます。ついに到着しましたエスコンフィールド北海道とその横に立つ高級マンション、
こちらのマンションすでに完売だそうです。まあ当然ですね。でちなみにですね、このエスコンフィールド北海道のすぐ隣にあるのがですね、北広島高校だったっけな、北広島か北広島西高という高校があります。今まさにですね、グラウンドで野球部員が練習しているのが見られます。いつかここのエスコンフィールドでプレーできることを願って彼らは練習しているのではないでしょうか。エスコンフィールドからのマンション、ほんと徒歩にしたら 2,3 分の距離になります。でこちらの最上階のお値段2億円から3億円と聞いてます。もちろん完売です。いや、こんなところから野球を見ることができたら最高ですね。ただいまの時刻は11時15分。試合開始までまだ1時間45分ほどあるので、ちょっとボールパークビレッジ内を歩いてみたいと思います。それにしてもですね、さっきからこの行列がものすごいことになってるんですよ。これ見えますか？トゥルフルというなんかお店、ベーカリーパン屋さんらしいんですけども、ものすごい大行列、もう大行列となって、多分ですね、試合開始まで間に合わないんじゃないかと思われるぐらいとても多くの人たちで並んでます。私は食べませんですね。でこのボールパークビレッジもですね、本当にいろんな施設があるんですよ。ここは何でしょうね。なんか自転車屋さん、サイクルショップでしょうか。でなんか賑やかな騒がしい音が聞こえてますね。いいですね。このエスコンフィールドのこのガラス張りをバックに撮影する、写真をする、ちょっととても素敵なとこですね。これなんだ、ここはさすがに人工芝、球場内は天然芝らしいんですけど、ここはちょっとさすがに人工芝ですね。ここいいですね。このバックでこうポーズをとって、見るのもいいのではないでしょうか。あっちがですね、ちょっとなんか遊具施設的なものがありますね。あっちもお店ですね。これもなんかショップ的なものが、ショップとあとこれコテージなんですよ。コテージで、ここ一泊いくらするか分かりませんが、泊まることもできる。それがボールパークビレッジでございます。でもっとですね、ちょっと球場そばに近づきたいと思います。でこの球場内、ボールパークビレッジもですね、結構ですね、この勾配丘陵地帯なので、ちょっと足腰が弱い方は厳しいかなという感じですね。なのでちょっと足の弱い方、高齢者の方、ちょっと厳しいかもしれません。すごいですね。これは楽しいですわ。見えますか、この遊具、これは楽しいですわね。すごい。確か屋外にも施設なかったっけな。確かこういう遊具施設が屋内でもあったような感じがしますね。いやー、いいですね。もう子供の場合だったら、もう野球観戦よりもむしろここで遊ぶ方がメインかもしれませんね。こちらのエスコンフィールド北海道なんですけども、入場ゲートが全部で5カ所あります。それをこれから紹介したいと思います。まず1つ目、タワー11ゲートになります。レフト側の方の入り口になります。でここはですね、皆さん見たことないですかね、混浴温泉施設のあるタワー11の宿泊者とか利用者専用の入り口となってます。でその横にはですね、日本ハムのフードコートがあります。念願となった日本ハム製品の専用のフードコート、札幌ドームでは実現しなかった日本ハムの念願のフードコートを作ることができました。ちなみに札幌ドームの闇は、札幌ドーム内の飲食は一切日本ハムファイターズには入らないんですよ。全部札幌ドームに、持ってかれるんですよ。それも日本ハムがもう納得しない腹立たしいことだったんですけども、今回のフードコート日本ハム、これ全額日本ハムに入るんで、もうこれからはウハウハになるでしょう。
次に紹介するのはこちら、ライト側にあるリポビタンゲートでございます。でこちらのゲートの特徴はですね、ここに名前にある通り30秒間の間にリポビタン D を60本飲み干せば席がタダになる、とてもスペシャルなイベントのあるゲートでございます。嘘です。でここはですねちょっと面白いんですけども、今回のこのエスコンフィールド、ここですね、その座席のチケットがなくても入ることができるんですよ。その入場券ってやつですね。その入場券を買うためだけのゲートがこちらリポビタンゲートになります。で試合のシートのない入場券がお値段1200円で、1200円で、払えばここのエスコンフィールド内を歩き回れる、中のフードコーナーも利用できる、そのためだけの入場券を買うためだけのゲート、それがリポビタンゲートでございます。なのでですね、で試合のない日でもこのエスコンフィールド入ることができます。ここから入れます。なので試合のある日もない日もここからリポビタンゲートに入って中を楽しむというのも一つの手でございます。いやーすごいですね。そしてリポビタンゲートの向かい側にはこういうちびっこフィールドがあります。いやーそれにしてもエスコンフィールド楽しませてくれますね。ちょっとこれ楽しそうですね。いやーそれにしてもエスコンフィールドすごいですね。でここのエスコンフィールドの特徴の一つがここの屋根がですね開閉式の球場であるということです。今日はまだ春先で肌寒いんで屋根は閉まってます。ですがもっと暖かくなれば多分ここの屋根がですねこうガガ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 ガーとここのコンクリートのこの柱のここまで来て屋根がオープンになります。なので今度はですね、夏の暖かい時にでもですねもう一度今度は開いたオープンの状態で試合を見てみたいなと思ってます。でそうこうしてたらですね、ゲートの3つ目であるこちらコカ・コーラゲートでございます。でこちらのコカ・コーラゲートはですね一塁側のゲートになります。で今回日本ハムファイターズのホーム側は一塁側になります。三塁ではなく一塁側がホームになりますのでお間違いのないように。なので一塁側から入る方は場合はこちらのコカ・コーラゲートから入ることがおすすめでございます。こちらですね、名前の刻まれたレンガが足元に敷かれています。多分建設の記念にこういうレンガに名前を刻めるというイベントがあったものと思われます。ちなみに私は申し込んでいません。一塁側コカ・コーラゲートの向かいにあるのがシャトルバス降り場、そしてその隣にあるのが帰りのシャトルバス乗り場となってます。皆さんもですね、ニュースとかでこの新球場の問題点を耳にされた方もいるかもしれませんが、今現在のここの新球場の最大の問題点は交通のアクセスが悪すぎるというのが挙げられます。でここの新球場に来る手段は主に3つです。1つ目が JR、 先ほど私が乗ってきました。そして2つ目が車、駐車場代3000円ぐらいかかります。そして3つ目がシャトルバスです。でここの北広島市と私が住む札幌市を結ぶシャトルバスの路線が1経路1本しかないんですよ。それがこちらの新札幌バス乗り場、こちらしかないんですよ、札幌を結ぶ経路が。なので、開幕戦の初日2日目とここのバス乗り場に90分待たされるというとてつもない状況が起きているというのがこの新球場の今現在の最大の問題点です。本当はですねこのシャトルバス乗り場もですねこの新札幌の他にもっと確かにここ地下鉄直結してるんですよ。なので他にも札幌市内の地下鉄直結した駅へのシャトルバスを出せばですねもうちょっと分散されるんですけども、札幌市内に行くためには JR かこの新札幌のシャトルバスしかないということなんですよ。本当とても信じられない。でさらにですねそのシャトルバスだったんですけども
あそこに見えますかね、バスチケットとあるように、現金が使えないんですよ。現金、違う、IC カードが使えないんですよ。わかりますか？交通系 IC カードが使えないんですよ。ビザのタッチ決済か、あそこで現金でバスチケットを買う、この2パターンなんですよ。信じられますか？なので帰る際にはですね、先にこのバスチケットを買うか、ビザのタッチ決済じゃないとここのシャトルバスに乗れないという愚かな仕組みとなっている。それが新球場エスコンフィールドでございます。なので、ご来場の際はお気をつけてください。試合開始まであと1時間もう来ちゃったんですけども、一体ここで私は何をやってるんでしょうか。ちなみにですね、今現在私が来たのはバックネット側になります。で、あそこに見えるのが4つ目のゲート、フィルテックゲートになります。で、ここはですね、主にバックネット側の専用のゲートになります。あとですね、VIP 御用達のゲートになります。で、あそこはですね、ちょっと警備員さんで仕切られた駐車場になってるんですけども、大会球団関係者の皆さんの駐車場なのかなと思ってます。ちょっと急ぎます。やばい、試合がどんどん迫ってきました。一体私はここで何をやってるんでしょうか。ちなみにですね、この駐車場、先ほどもちょっと申し上げたかもしれませんが、すべて試合のある日は予約制となってます。事前のインターネットホームページからの予約が必要になりますのでご注意ください。もちろん近隣への路駐はいけません。ただいま試合開始40分前となりました。というかですね、人がですね全然いないんですよ。何をやってるんでしょうか。私は下手したらですね、試合開始前のちょっとオープニングセレモニー的なものがちょっと見れないかもしれないですね。何をやってるんでしょうか。私はちょっと2時間以上前に来たんですけども、全然紹介するには時間が足りませんね。そして、最後に私がやってきたのはこちら、5つ目のゲートであるサードベースゲートになります。その名の通り三塁側の席となります。それではゲート入りたいと思います。向かいます。すごい。ゲート入ったらもうすぐに球場というかスタンド、すごいですね、この作り。いやー、すごいとしか言いようがない。見えますか。すごいですね。今ですね、YouTuber のスーツさんと私すれ違いました。出る出口間違えた。